はい、どうもなんとか重工です。よろしくお願いいたします。さて、本日の動画はハイガー産業様のご提供により硬直療養のティグ溶接機のご提供いただきまして、こちらのレビューをやっていきたいと思います。で、はい、ティグといえばこういうねトーチ、はい、ありますよね。これトーチ、そして本体と、ガスレンズとかコレット、そして1本、タングステンの電極入っておりました。こちらオプションの MMA 用溶接ホルダーコードとなっております。手棒溶接とか言ったりするやつですよね。ポッキーみたいな溶接棒をね、こうジャ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 っとやるやつで、こちらだけではなくてですね、ティグ溶接機といえば買わなければいけないものがあるということで、それがはい、こちらアルゴンガス、はい、ボンベですけどね、これ自体はボンベだけど中にアルゴンガスが封入されていると。そしてこちら流量を調整するやつ、はい、ここら辺を用意する必要があります。ガスに関してはね、ボンベをレンタルにするのか買い切りにするのかとかでね、いろいろ価格とか、内容のね、充填のアルゴンガスの価格とかいろいろあると思いますが、ここがね DIY の導入の壁になるポイント、アルゴンガス、はい、今回用意いたしました。で、この接続ホースね、この接続ホースは今回の溶接機の中にセットで入っておりました。というわけでですね、セッティングして使っていきたいんですが、セッティングする前からすでにね、なんかちょっと言っておきたいことありましてですね、こっちのタングステン電極結構長いですね。で、ここにセッティングすると飛び出ちゃうんで、だいたい普通のやつってこういう感じなんですよ。なんですけど、これ結構長くて邪魔なんですよね。私昔ティグ溶接機してたことがあって邪魔だなと思ってたんですけど、このね短いタイプがセットで入っているというところにね、ちょっと驚きました。短いのあるんやみたいな。昔ね、アルミの鋳物の補修をするときにティグ溶接機を使ってたんですよ。で、狭いところ、こういう狭いところに入れてやったりするときにこれ邪魔だったんですよね。短いのあるんやんけみたいな。はい、折らないといけないですけどね、タングステン電極を折らないといけないけど、短いのでも使えるんです。で、これは多分オプションじゃないと思うんですけど、ノズル、トーチノズルってここには書いてますね。ガスレンズじゃなくてトーチノズルか。トーチノズル3種類、567とサイズが違うものが入っていて、用途に応じて選べると。コレットも 2.0、2.4、3.2 あって使い分けできるという風になっております。はい、非常に気が利いているなと。ちょっとね、最初にちょっと言っておきたいのが、非常に安価、13万円前後、割引とかがね入ったりするかもしれないですが、13万円前後で買えるという非常に安価なティグ溶接機となっておりますが、本職で使うような溶接機だと、中古で買っても30万とかが新品で買える上に、実は機能が結構盛りだくさんとなっております。私が気になるポイントとしてはですね、パルス溶接みたいなのができると。パルスピッ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 ってこう入力をね、リズムよく小分けにして入力していってくれるっていうパルス溶接ができるし、でそのパルス周波数が 0.5 から 500Hz の間で選択できる、セッティングできる。でパルス電流が25から 200A、 ベース電流が 5A から 140A でセッティングできると。13万ですよ。すごない？で、交流周波数もセッティングできるし、クリーニング幅、クリーニング電流もセッティングできるし、区形波、三角波、台形波、小弦波、波形も選択できると、セッティングできると。非常に安価でありながら、スペック的には高精度なこのティグ溶接機、いかがな使い心地かなというところで、ちょっとレビューしていきたいと思います。それと、単層 200V です。私のしょぼい知識の中で、アルミを溶接できる溶接機といえば、ティグ溶接機といえば単層 200V が最低条件かと思ってたんですが、こいつの場合は単層 200V でありながらアルミが溶接できるということで、そちらの方をレビューしていきたいと思います。棚の上にセッティングいたしました電源もつなげております。買わなあかんものの一つとしてですね、ガスだけではなくてですね、ご覧の溶接棒とか、はい、鉄、ステンレス、アルミの溶接棒です。こちらアルミの溶接棒とステンレスの溶接棒はハイガーさんからご提供いただいております。でこちら鉄の溶接棒は昔ねティグ溶接機を借りてたことがあって、その時に消耗品を買っとこうということで自分で買ってたやつです。あと溶接面とかね、これもハイガーさんのところの、四つ葉ブランドの面と、これね非常に
高性能でありながら安価でコスパのいい面となっております。ではね、溶接していきたいと思います。で、用意いたしました材料の紹介をしていきたいと思います。こちら、鉄パイプ、鉄角パイプ、低炭素系のね、溶接構造材みたいな鉄パイプになっております。はい、こちらステンレスの板、片面磨きのね、片面こういう感じのやつです。 3.7、約 4mm と 4mm のステンレスの板、そしてこちらにステンレス薄板、0.5mm のステンレスの板、はい、薄板も薄板ですね。そしてアルミです。アルミの、よく足場とかに使われるこういうやつの、板厚でいうと 3mm の板、そして、こちらちょっと分厚めの 12mm の板、はい、こちら C2、C3、C4 の、シーメントリを貝先加工として、溶接前の貝先加工として、3種類用意いたしました。はい、C2、C3、C4 でね、どれぐらいの溶け込みがあるのかっていうのをね、ちょっと実際に溶接して見ていきたいなと思います。鉄とステンレス、はい、こちら直流で溶接します。で、こちらアルミマグネシウムなんかは交流で溶接いたします。なんで分けとんねんっていう話なんですが、これはね、溶接機がどうのこうのっていうレビューの話ではなくてですね、素材の特性の違いというふうになっております。ステンレス、鉄っていうのは直流で溶接するんですが、今からねちょっと音を聞いてもらいたいと思うんですが、非常に静かで、なんというか効率よく熱に変換してるんだろうなっていう、なんかそういう感じの印象の音をするんですが、こっちに関してはですね、ビーといったらですね、なんかちょっと散漫な音、なんていうんですかね、エネルギーがちょっと散漫になっているような感じがする音になってます。ちょっとね音を聞き比べていきたいと思います。はい、今溶接機の電源を入れました。ファンの音が結構うるさいかなと思います。これぐらいのねちょっとうるささがある感じですね。はい、で今 DC モード、直流溶接モードになっております。この直流溶接モードの音をちょっとお聞きいただければと思います。はい、非常に静かな音だったと思います。はい、今交流モードに変更しました。 DC モードから AC モードに変更いたしました。はい、どうだったでしょうか。はい、溶接機の電源を切ってまいりました。最初に通電させてみましたのは DC モード、直流溶接モードですね。で、後に音をね聞いていただきましたのは AC モード、交流モードですね。交流モードはアルミを溶接するもの、直流モードはステンレスや鉄やチタンなんかを溶接するモード、あと銅なんかもね直流で溶接いたします。金属のそれぞれの溶ける温度、融点の話をしますと、アルミっていうのは660度近辺から溶け始める金属です。そして鉄はおおよそ1500度前後、そしてステンレスは鉄よりちょっと低い1400から1500度ぐらいのところで溶け始めます。ここにはないですが、チタンは確か1600度ぐらいだったような、そんな感じです。ちょっと待ってと、こっちの方が融点高いじゃないかと。溶かしてひっつける溶接においては融点が高い方が不利なんじゃないのっていうところあると思うんですが、なぜか660度のアルミを溶接するのが難しい理由があります。これはアルミの特徴というか特性というかにあるんですが、アルミっていうのは酸化皮膜に覆われています。ゆえに腐食しづらいっていう特徴があります。それはステンレスも一緒。ステンレスも酸化皮膜に覆われていて、安定した表面を維持できる、チタンも一緒ですね。酸化皮膜によって覆われているから、守られているっていう話なんですが、ことアルミに関してはですね、この酸化皮膜が尋常じゃなく強いです。強いっていうのは温度に対して、確かね、酸化皮膜の融点は、皮膜というか酸化アルミニウムの融点は2000度を超えてたあたりでの融点を持っていると。これ非常に厄介な状態なんですね。母材は660度で溶けるのに、ほんの薄い表面だけ2000度で溶ける、このちぐはぐさがですね、非常に厄介になっておるということになってます。例えるならば、例えばここがね100度のお湯で温められた鉄板だとするじゃないですか。チョコレートをねこうじゅわっと単面をね2枚、これがチョコレートだとして単面をじゅわっと溶かしてギュッとすればひっつきますよね。当然ひっつくと。
しかしチョコレートのパッケージを開けて、紙のパッケージを開けて出てくるチョコレートって銀紙に包まれてますよね。あの状態だと思ってください。ここに銀紙で包まれたチョコレートを鉄板の上でジュッとやって溶かしますと、チョコレートは溶けています。しかし銀紙は溶けていません。その状態でグッとやっても銀紙が邪魔をしてひっつかないという状況になると思うんですが、アルミに関しても同じようなね状況が生まれていて、酸化皮膜が邪魔をして溶接できないという状況になってます。で、じゃあどうやって溶接すんねんっていう話なんですが、こっちのね交流の音を聞いていただきましたらですね、交流はなんか弾けるような音がしてましたよね。この電気の波を利用することによって酸化皮膜を蹴散らしてるんですね。酸化皮膜を熱をかけて、なおかつこの不安定な波を波動なんかそういうのを利用することによって酸化皮膜を蹴散らして母材を露出させて溶かして、そこに溶化棒を突っ込むと溶接できるという状況になってます。酸化皮膜は溶かさんけど吹っ飛ばしてしまうという発想で溶接することができます。そのために、ちょっと効率は悪いんですけど交流モードで溶接するという風になってます。なので、アルミを溶接するのは鉄やステンレスに比べて融点が低いにもかかわらず、電気をやたらと食うという素材になってます。なのでアルミを溶接するとなるとパワフルな溶接機が必要になります。はい、そこら辺も踏まえて、今から溶接していきたいと思います。はい、ではまず鉄のね角パイプからやっていきたいと思います。溶接電流はとりあえず 100A になっております。付き合わせでまずはね溶接棒を入れずに点付けでやっていきます。はい、点付けでこのように溶接しました。もう一組の方はこんな感じで溶接したいと思います。はい、点付けができました。では溶接棒を用いて溶接していきたいと思います。初期電流を50ぐらいの溶接電流を80ぐらいに変更しました。溶接はできてると。あんまり上手じゃないですけどね。80はちょっと高すぎたような気がするということで、70にしてみましょう。勘でやってます。はい。はい、悪くはない。最初のね、80でやった時より70でやった時の方が、リード幅が安定して良かったと思います。80の時は、ちょっと熱が入りすぎてて、早く溶けちゃうんで、トーチの動きをね、後半早くしたっていうのがあるんで、70か、あるいはそれ以下でやってもいいのかなという感じです。ここで思うのは、溶接機側のセッティングが明確に変わっていると。いじってるけどなんか変化したんかよくわからへんっていうのではなくて、きっちりとセッティングに応じて出力を制御しているっていうのが感じれるかなと思います。で、溶接棒を入れて溶接したのがこんな感じなんですが、溶接棒を入れずにパルスモードでちょっとやっていきたいなと思います。ちょっとパルスモードは目がチカチカするかなと思いますので、編集で結構強めに影を入れるかなと。パルス電流130で、ベース電流50で、パルス周波数は20でちょっと一旦やってみたいと思います。パルス溶接っていうのは強い電流と弱い電流を交互にパパ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 パッとやることによって入熱し続けない溶接方法です。常に入熱し続けないということで、やたらと熱が素材に入り込んでいってドロッと溶けるっていうのを防ぎつつも効率的に溶接ができるという非常に便利な機能です。パルス周波数も結構ね、幅広く変更することによって、いろんな材質、板圧に合わせた溶接方法が選択できる、非常にね、高機能な溶接機となっております。結構簡単にできましたよね。ここ、あんまり綺麗になってないところは私の腕のせいと
溶接機自体は非常にね、溶接しやすいかなと思います。はい、ではこちらの方、やっていきたいと思います。はい、というわけで鉄の角パイプの溶接が終わりました。パルス溶接と溶接棒をね、入れながら溶接してみましたが、非常に高品質な溶接ができそうな雰囲気がある。はい。雰囲気があるというのは私の腕がついてきていないということですね。溶接機自体は非常に安定的にアークしていると思うんですが、ティグ溶接機の腕がそんなにレベルが高くないので、こんな感じと使いやすい溶接機だなと思います。はい、こちらステンレスの 4mm ぐらいの板の溶接をやっていきたいと思います。まずは裏側を点付けしていきます。はい、では溶接棒を用いて溶接していきたいと思います。下手やな。はい、下手くそですね。なぜ私の手の送りがあんまり精度が良くないということで下手くそやと。ただできますよね、溶接はね。こんな感じだと。もうワンセットか。もうワンセットだけ。2回目でね、多少マシにはなったけど、所詮この程度。慣れれば上達したっていう感じ、見受けられるかと思いますので、溶接機の問題っていうよりかは、どっちかというと私の腕の問題が今ね、大きく出ているという感じです。溶接機自体は非常に安定してアークして使いやすいです。では、ね、こんな厚いステンレスでこのありさまの私が 0.5mm なんて溶接できるのか、ちょっとやっていきたいと思います。ご覧いただきましたように、こんな感じでですね、ジグで拘束しました 0.5mm のサスの板、これを今からパルス溶接で、溶接していきたいと思います。 0.5mm なんでね、うっかりせずとも溶け落ちてしまう厚さでございます。これをパルス溶接を用いれば溶接できるのか、ケロ程度の腕でやっていきたいと思います。暗すぎてわからない。はい、というわけで 0.5mm の板溶接してみました。ご覧の通り、1回目条件をね、どれぐらいのもんで溶接できるだろうかと調べてました。結果こんな感じのね、無残な感じになっておりますが、もうちょっと条件を詰めることと、私の腕が上がれば 0.5mm でも溶接できるんじゃないのかなっていうところまではいけたと。はい、裏側見せてない。裏側はこんな感じ。表はこんな感じ。はい、というような感じです。曲げてみますと、はい、0.5mm の板溶接して、パキッとね割れるようなことはなく、しっかりと溶接できているのがわかるかなと思います。もうこの時点でね、めっちゃ使えるなっていう感覚ですね。非常に繊細な電流の制御から、こういう厚物に関してそこそこの電流を流すっていうのもカバーしているということで、直流モードに関しては非常に出来がいいというか、もう
腕次第ですわ。はいね、0.5 ミリですよこれ。304 0.5 ミリ。はい、何回こうやって折りたたんでも溶接クラックするところはなく、はい、非常によくできている。まあね、僕がねヘボいところは穴開いてますけどね。さて次は交流アルミの溶接やっていきたいと思います。はい、それではアルミの溶接やっていきたいと思います。交流モードを使いまして、こちらの足場板とかにねよくあるこういうやつの板厚 3mm のものを溶接していきたいと思います。ではまず点付けで仮付けしていきたいと思います。ガス休憩の間ガスボンベの線を閉じておりました。酸化しちゃいました。あと忘れてたんですが、アルミの溶接の時はタングステン棒をセリウム入りタングステンっていうのがあって、そっちの方がアルミに向いているということで、ハイガーさんの赤トリタンっていうタングステン棒なんですが、これは直流で使った方がいいと変えます。はい、点付けしました。溶接していきたいと思います。はい、3mm のアルミの板も、溶接できたかなと思います。溶け込みがね、まだちょっと浅い感じはしますけど、100A で溶接しました。次はね、パルスを使って、同じ材料を溶接してみたいと思います。結果的にパルス使わない方が、それっぽくツヤがあるリードになりましたが、これはちょっと僕のセッティングが下手なだけですね。応答性、セッティングを変更した時の応答性は非常にいいので、機材の。これはうまく、セッティングしてはうまくいくと思います。では、こちら、貝先加工したちょっと板厚のね、分厚いものをちょっと溶接していきたいと思います。はい、とりあえず点付けしまして、こんな形になりました。付き合わせ溶接とか、可動部の溶接とかをしていきたいと思います。C2、C3、そして C4 の面取りをして貝先としておりますが、さてどのぐらいの溶け込みが得られるのかちょっとやっていきたいと思います。ではね、まず C2 の方からやっていきたいと思います。機材のマックスの 200A で溶接したんですけど、溶け込みが遅い。ちょっとパワー不足感があったけど、裏面をやるときに母材が温まってるので溶接しやすくなってたので、余熱とかはしといた方がいいかもしれないですね。アルミの分厚いやつをやるには。で、200A マックスで溶接してこの感じだったら、分厚いアルミをやる分に、パルス機能は使いづらいかもしれないかな。もう普通のティグモードでやった方がいいような気がする。なんせアルミはね、電気食うんで、そんな印象ですね。で、C2 で溶接、C2 の貝先で溶接した分は、ぼちぼち溶接できたかなという。ではちょっと次 C3、C4 とやっていきたいと思います。やっぱ C3 でも余熱、裏側が溶接しやすくなったから、やっぱ余熱はいるんかなっていう感じですね。はい。C4 行ってみましょう。溶接はできる。多分これ慣れの問題っちゃ慣れの問題ですかね。僕は経験値が高くないんでね。付き合わせ溶接に関しては C2、C3、C4 でやってもそれなりに溶け込ませて溶接できているように感じました。特に C4 の方がよりね深くいけるかなと思います。後でね切って断面見てみたいと思いますが、機材の最高出力が 200A ということで貝先は広めに取った方がいいであろうなというような感じですね。では次ね角のところをやっていきたいと思います。今ね、こんな感じで、ちょっとね、ズルしてね、姿勢変えて C2 の打ち角をやりました。結構ね、難しいですね。パワーでゴリ押しはできないので、トーチをね、動かしながら、なんとか溶接しました。はい、続けていきたいと思います。
はい、こちらから C2 で買い先を取ったもの、C3 で買い先を取ったもの、C4 で買い先を取ったものとなっております。なんでこんなことをしたかっていうと、買い先が深くなればなるほどちょっと奥の方を溶け込ましづらいかなということで、やってみましたが、C4 でも普通に溶けさせて溶接することができました。はい、後で切ってみますけど C4 アルミの厚物をやるのであれば、買い先はもうとりあえず深くしとった方がいいかもしれないですね。多分こっちそんなに深く溶け込んでないので、強度的には劣ってると思います。こっちとかこっちの方が強いと思います。はい、ちょっと切断しまして、溶接の溶け込みを見ていこうかなと思います。ここら辺ね、見て分かる通り C2 の買い先の場合、溶け込みがね、非常に浅いと。C3 で少し深くなって、C4 でぼちぼち深くなったかなと。でも完全溶け込みというところまでは至ってないと。角もね、どのやつも C2、C3、C4 もこのね、奥のところがちょっと溶け込みきってない感じですかね。買い先は関係なく、ただ距離が長い分 C4 の方が溶け込んでいて、 C3 の方がぼちぼちで C2 はあんまり溶け込んでないという感じですね。買い先はできるだけ大きく取った方がいいかなというような感じです。総括としては非常に使いやすいと。私の腕、そして経験がね、しょっぱいので、よく皆さんが見られてるね、綺麗なビードとは程遠い出来栄えですが、これは練習次第と、あとセッティングの詰め方次第という風になっております。でこの機材に関して言えば、セッティングに対して応答性がいいというか、セッティングを変更したらちゃんと変更した点がパリッと出てくるということで、使いこなしていけばいくほどいいね、溶接ができるんじゃないのかなと思います。特にパルス機能の、ヘルツの幅が結構広めです、価格の割に。そして単層 200V っていう条件で考えると、破格の本体価格に加えて性能の高さというふうに感じております。アルミの溶接をできる器具溶接機って言ったら3層 200V っていうイメージがあったんですが、単層でもここまでできるんやなっていうところでね、なかなかすごいんじゃないですかね。なんせね、3層 200V クラスになってくると電源用意するのも結構大変ですのでね、単層 200V でこれだけの材料を対応できるというのはなかなかいいと思います。今回やってませんけどね、チタンの溶接も直流でできますし、銅の溶接も直流でできます。結構ね、ティーグ溶接機はね、非常に幅の広い、そして交流が使えるとなるとアルミの溶接もできるということで、めっちゃええんちゃうかなと思います。非常にいいと、価格もいい、性能もいいというところなんですが、ちょっと物足りないなと感じるところはやはり馬力、パワーかなと思います。この機種だと 200A がマックスなんですが、 250A、300A みたいなねクラスになってくるんですよ。そうなってくると、この程度の厚板でも結構深くアルミの溶接ができるっていう感じです。はい、大きいやつはね、そこら辺本格的な業務用と比べればそういうところは出てくると。本体価格を抑えてさまざまなね溶接に対応したパルス機能もあり、交流も使えて直流も使えて、非常にね、私今回使ってみておすすめできる溶接機だなと思います。なんせね、パルス機能がねついているのが非常にでかいですね。パルス機能がついていると、例えばバイクの液パイとかマフラー製作とかに使いやすいですし、パルス機能あって損は絶対しない機能を搭載してきたということで、めっちゃおすすめです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。